皆さんこんばんは。ゼルダ考察の宇野と言います。最近考察動画の更新が滞っていてすみません。攻略解説動画の数を増やすことに集中していましたが、そちらももう土台が整ってきたので、考察動画の投稿をまた再開していきます。今回は最近登録してくださった方向けにと、過去動画の美味しいところだけをまとめました。攻略解説動画のチャンネルは、今はまだ動画が少ないですが、今後はブレワイをはじめ、他のゼルダゲームの攻略動画もじわじわと不定期で増やしていきたいと思っていますので、そちらの方もよろしくお願いします。では最近の考察動画の振り返りどうぞ。このねっとりした怨念っぽいやつ、終焉のものの髪の毛っぽくないですか？例えば薬剤ガノンと名前がついていたものは、ガノンドロフの体から終焉のものの呪いの部分だけが出てきていたものだったとか、スカイウォードソードのラストでマスターソードの中に終焉のものの残留思念が吸い込まれていったという感じだったと思います。リンクの服装は足元はゼルダの巫女服に近く、その他のふんわりした感じがガノンミイラの服装にも似ているように思います。あのミイラは1万年前の勇者だったんでしょうか。右手には例のローメイハンドがついていますね。左右上の白い物体はハスの花のつぼみもしくは松ぼっくりに見えます。お腹には見たこともない謎のマーク。腕に当たる部分には不思議な帽子などに出てきたグフや聖域のデザインにかなり似ています。この魔物が一つ目というのは意識しているんでしょうね。円形に並んだ見覚えのない文字が並んでいます。ゾナウ文字と名付けておきましょうか。ブレワイ作中でビタロックを起動している時には周りのフィールドは黄色くなっていましたね。時空を操る能力は黄色で表されるといった感じでしょうか。ライクなのかローバーなのか、過去作の魔物がついに出てきたんでしょうか。触手系かな。リンクの左手、竜の形をしたごついアームから炎が出ています。明らかにゾナウ案件です。ドラゴンのほっぺたのあたりにあったあの渦巻き、トアプリの影の世界のマークそっくりですね。スローで観察すると、口の中に影の世界の住人のあの緑の模様が浮かび上がってました。影の世界とゾナウとの関連もほぼ確定ですかね。茶色い石材というところからゲルド遺跡を思わせる遺跡です。天空に行っている時と地上でのリンクの姿が綺麗に分かれていることから、あの快晴の祠のような装置で太古の昔にリンクが行くのか、伝承の勇者をアバターとして過去を救うのかは分かりませんが、過去に飛んでリンク自身が伝承の勇者になるみたいなお話なのかもしれませんね。要するに地上は現在で天空は過去といったような見方もできるのかなと。鶏か卵かというような矛盾がありますが、こういうお話に矛盾はつきものですからね。あのアイゴールっぽいメタグロスは例の謎の模様の盾から出てきたのかもしれません。皆さんにいただいたコメントの中に、あの緑メタグロスはアイゴールに似ているというものがありました。詳しい設定はわかりませんが、アイゴールといえば神殿の侵入者を排除するみたいなイメージがあります。また別の方がメタグロスは敵じゃないんじゃないかということをおっしゃってましたね。あのライクみたいなモンスターにドラゴンブレスをお見舞いしてるシーンをよーく見ると、あのゾナウドラゴンが盾の表面にくっついてるように見えます。あのシーンでは盾のデザインがよく見えないからあれですけど、イワロックライダーズのシーンと剣や服装が一致していて、あのシーンでは旅人の盾を装備していることから、ドラゴンブレスのシーンの盾も旅人の盾なんだと考えて、旅人の盾に描かれた竜の絵の能力を引き出しているシーンなんじゃないかと思いました。思い出してみると、スカイウォードソードでもマスターソードで特定の壁にマークを描くみたいな遊びがありましたよね。ルピーを描くとルピーが出てくる、ハートを描くとハートが壁から出てくるというスカボ時代のあの技術が続編のリンクの能力に関係しているんじゃないでしょうかね。ブレスオブザワイルドにも模様を描くという要素がありましたよね。ゾナウのコスチュームとされる蛮族装備のペイントです。その説明文には、身につけると刻まれている特殊な文様によって闘争心が湧き、攻撃力が増加するとあります。これを着たリンクは実際攻撃力が上がっていました。あれもそういった類のものなんでしょうかね。実際飛び出していた竜もゾナウの石像の水竜とそっくりなので、あの盾でのドラゴンプレスはゾナウ族の能力なのかもしれませんね。
1万年前の勇者はゾナウかゾナウの助けを借りていたということになるでしょうか。リンクの右手が怨念に侵食されていってるというもので、まず間違いないかと思います。視聴者の方からコメントいただいたんですが、画面右にマスターソードが見えることから、マスターソードを持った手ごといかれちゃってますね。例えばこれが序盤で怨念に侵食されてこれを機に使えなくなってしまう、または失ってしまうみたいな展開なんでしょうか。少し後の天空のシーンでリンクの右手が怨念の赤い感じでもなく、青緑のファースト PV の右手っぽい色でもない、ボロボロのゾナウ迷路のような右手になっているのは、その2つが混ざっているからなんでしょうか。画面真ん中に見えてるオレンジ色の島と画面上の方の道がついている島は、時間が経つと幅がずれていってることから別々の島であることが分かりました。首といえる接合部分はゾナウ星と思われる緑の光で輪っか同士をつなげています。これは前回気づきませんでした。視聴者の方にコメントで教えていただきました。左奥に天空の遺跡の一部っぽいものが落ちているのが分かります。色も形もほぼ一致してますね。天空パートは過去なんだと思い込んでいましたが、この遥か上に島がたくさんあるんでしょうか。雲の上だから見えないとか、そんな感じなんでしょうかね。腕に巻かれてる装飾はゾナウ迷路っぽくもあり、スカイウォードソードに登場する時空石に浮き出てる模様と似ていますね。時の扉とも似ている。この力の源は時空石から来ているんでしょうかね。古代シーカー族の遺物の色とはまた違う色ですよね。シーカーは水色、ゾナウは緑色。4、5本の巨大な怨念の手にハイラル城が押し上げられていってます。ここに来るまでに天空の映像をこれでもかと見せられたので、このハイラル城も浮かんだんだと思い込んでいましたが、視聴者の方からもコメントでいただいた通り、城の中心部に細長い柱のようなものが立っていますね。このハイラル城はブレワイ続編でも多分ラストダンジョンなんでしょうけど、もちろんブレワイと同じようにチュートリアルが終わったらラストダンジョンに行けるような自由な設計になっていると思います。続編ファースト PV で怨念が吹き上がっていたのがまさしくこの怨念の柱だとは思うんですが、ファースト PV の時と違ってせり上がってるシーンでは夜のように暗くなっていましたね。そんなところから城がせり上がるのも段階的なんだと考えました。例えば大型ダンジョンが6つあるとして、それを1つクリアするたびに1段階上がっていくとか、そんな感じでしょうか。この真下にはガノンミイラがあるとは思いますが、今どういう状態になっているのかとても気になりますね。スカイウォードソードのロボット RS シリーズがゾナウの秘密を握っていそうですね。この二重の円という形を見た時に天空人のシンボルを思い出しました。天空人はトワイライトプリンセスに登場する天空都市に住む者たちです。天空と聞くとスカイウォードソードの歌島、ちょっと前に動画でお話しした不思議の帽子の風の民が暮らす石の家や風の宮殿と同じ床のセカンド PV に出てくるあの遺跡との関連が気になってしまいますね。鳥の姿をしている彼ら天空人は呪文や魔術を用いた独自の発展を遂げ、高度な古代文明を築き上げたと言われていると設定資料集のハイラル百科に書いてあります。天空都市は彼らが作ったということらしいのですが、実はここには影の一族の紋章もあるんです。彼らが協力関係にあったというのは想像しやすいですかね。そしてもう一つ、天空都市には植物のツタがくるんと渦を巻いているようなものが対になっている模様がたくさんあるんですね。これの意味もわかりませんが、彼ら天空人が暮らす家のようなものに施されているようです。スカイウォードソードのラネール地方が怪しいんじゃないですかや、ラネール連石状の入り口の模様に似てますねなど、本当にいろんなコメントをいただきましたので、改めてスカボの砂漠地帯ラネール地方に出かけてきたんですが、かなり前の生放送スカボで砂上線を攻略中にあのツタっぽい模様に似たようなものを見た記憶があったので、まずそこを見てきました。そしたら記憶違いじゃなかったんですよね。それも砂上線のボス鍵がある東の方だけという限られた一部でした。砂上線はネイルの炎を守っていて、僕が前から何回か動画で取り上げてた RS シリーズというロボットのクックボが船長を務める船です。RS シリーズとは時を操る特殊
殊な力を持つ鉱石時空石の採掘やメンテナンスをこの地の精霊ライリュー・ラネールに任されているロボットたちでしたね。この船のネールの炎を表していると思われる渦は魚鳥村の特定の家にあるあの渦マークとそっくりですよね。魚鳥村のそのマークがある家は2つとも船を元に作ったような見た目で、砂上船がモデルになっているとも解釈できそうです。天空人とシーカー族。ハイラル百科の天空人についてのテキストに、その類稀なる技術により地上から都ごと天に浮かび上がらせたという逸話が残る。かつてハイラル王家との親交があり、シーカー族には天空への使者を導く伝承と天空文字で記された天空の古文書が残されていたと続きが書いてありました。これで思い出すのはトアプリのカカリコ村教会ですね。シーカー族といえばカカリコ村、あそこでは時岡のインパと顔が似ているレナードという男性が牧師をしています。この教会の地下にはフクロウの形をした石像があり、その真上にはあまり見たことないマークがあります。スカオの騎士学校柱や旗に描かれた紋章と似ていて、天空との強い関連を匂わせますね。フクロウといえばスカオではゼルダのお父様のゲポラ校長、ブレワイではフィローネ樹海にたくさんあるフクロウの石像を思い出しますよね。さらに奥には先ほどお話しした天空都市へ至るための大砲が収められており、伝承通りの形になっています。そして教会の壁外側には白地に赤の三角形のラインという特徴的な模様が見られます。天空と関わりのあるこの家の模様、これと同じものがまたしてもスカイウォードソードのクックボ船長の家天井にあるんです。形もなんとなくトアプリの赤白教会と似ていますよね。この天井のオブジェについて詳しくは未だに分かっていませんが、円形になっており、魚から空飛ぶ魚、ナリシャ様ですかね。空飛ぶ魚から赤白教会のような UFO みたいな姿と変化していく進化の過程のように僕は解釈しています。この赤白三角のライン模様はライリュー・ラネールと関係していると思っています。少しずつ調べていきますね。さて、スカオのラネール地方ですが、ラネール連石場というダンジョンにもなっているその周りがゾナウと関係してそうでとても怪しいんです。他のゼルダゲームでいうゲルド地方である西に広がる砂漠地帯、スカイウォードソードではなぜかラネールと名前がついているんですね。ラネールはブレワイでは東の方に位置していましたが、この理由について僕もよく分かっていません。話を戻しますと、このラネールにあるラネール連石場の中に入ってまず目に飛び込んでくるのは RS シリーズを模したこけしのようなものです。この RS こけしはブレワイのフィローネ樹海の橋の両側などに立ってるトアプリのミドナみたいな見た目の木彫りこけしに似ていますよね。勇気の泉にもありました。そしてラネール連石場に入るために装置を起動させるんですが、この装置の側面には赤白ライン、前面には細かい迷路のような模様が入っています。これゾナウと関連ありそうですよね。全体の形としては RS シリーズの顔と似ています。天空都市には影の一族の紋章があって、影の世界にアクセスできるのは砂漠の処刑場です。天空、砂漠、影の一族というこのつながりもだんだんと見えてきましたよね。それぞれまた調べていきますね。セカンド PV の BGM 逆再生の部分はローム王が100年前のことを話す時の音楽でほぼ間違いないようです。ローム王が100年前のことを話すシーンの音楽だと検証した方がいらっしゃるとのコメントもありました。皆さんに紹介する意味も込めて今回は僕もやってみました。逆再生のシーンに入る前にまずこちらの説明をした方が分かりやすいと思いますので、最初の方からお話しします。リンクが空に落ちていくシーンに始まる音楽がブレワイ続編のメインテーマかと思いますが、僕としてはこれの元ネタがブレスオブザワイルドのメインテーマの最後の方の一節を繰り返している感じがすると最初の考察動画でお話ししてましたね。その部分をまず聞いてもらいましょうか。セ
セカンド PV の音楽の方が若干キーの高いアレンジですが、音の並び、つまり旋律がほぼ一致してますよね。これはほぼ間違いないかと思います。では問題の逆再生のシーンやってみましょうか。こちらもほぼ一致していますよね。情報提供ありがとうございました。1万年前の伝承のテーマなんでしょうか。続編でリンクが冒険するのが1万年前の世界ということも結構考えられる PV でしたので、それに合わせたものだったのかもしれません。リンクが横になっているあのシーンの文字、スカイウォードソードの作中にありました。アイゴールの鐘の音。セカンド PV に出てくる緑色のあの敵だか味方だかはっきりしないアイゴールみたいな物体のお腹の黄色いマークは鐘のマークと解釈することもできますね。ベルのことです。左右の耳に当たる部分もそんな形をしていて固定されておらずブラブラと左右に揺れる物体のようです。ちょっと前の動画で不思議の帽子をはじめとしたフォーソードが絡むゲームに登場する工夫そのものや聖域の壁の目玉に似ているとお話ししましたね。その不思議の帽子のハイラル城下町には大きな鐘があるんですよね。それと何か関係があるんでしょうか。一応思い出したので置いておくって感じです。マップ比較ブレワイ続編セカンド PV の後半遺跡のシーンですが、おおよその位置は特定できました。どうやら丘陵の塔と雷の大地の間あたりから南西の方を映したシーンのようです。2つ考えられるのはシーカータワーを含む地下の遺跡と周りの大地が打ち上がってる説。もう一つは雷の大地の地下の遺跡ごとゾナウ遺跡とその周りの大地が打ち上がってる説。つまりゾナウ遺跡の全てが打ち上がってるんじゃないかと考えてるってことですね。シーカーストーンの素セカンド PV ビタロックのような物質の時間を巻き戻すあのシーンが1万年前の勇者の能力だとしたら、あれを簡略化したものがブレワイ作中のビタロックだと考えられるといった内容をセカンド PV 最初の考察でお話ししましたよね。その話をもう少し掘ると、いわばシーカーストーンの素と言えるもので原始的な力だと考えています。要するにシーカーストーンの能力のようにリンクが扱いやすいように改良したリミッターがついてコンパクトなものではなくて、荒削りで制御しにくく危険だけど絶大な力を発揮するといった感じを想像しています。あの時間を巻き戻す力は発動時に黄色い色を展開しているので、ビタロックと同じ時間に関する能力であって、他のリモコン爆弾、アイスメーカー、マグネキャッチの協力版が使えるのかもしれませんね。女神の痕跡ブレワイ続編セカンド PV のスカボとの関連要素は言うまでもなく天空要素ですよね。空に冒険の幅が広がりました。特定の場所からしか天空遺跡に上がれないのか、ロードを挟むのかなど、どこまでシームレスに快適に行き来ができるのか気になるところですね。スカイウォードソードには展望の泉、大地の泉の2つの泉が登場するんですが、その泉に至る道の扉にブレワイ続編セカンド PV のリンクと思われる人物が横になってる装置の文字の一つが描かれていたんですよね。古代ハイリア文明と関係している装置だと捉えるべきなのかもしれません。そして展望の泉、大地の泉というと、それぞれブレワイに同じものかそれらを模して作られたかと思われる泉、力の泉と大地の泉がありますよね。他の動画でも2回くらい紹介したことがあったんですけど、簡単にお話しすると、展望の泉が力の泉、大地の泉が勇気の泉に周りの風景や樹木、滝、水流の顔と思われるオブジェなど、それぞれ似ているといった感じです。リンクが横になっているあの場所には何て書いてあるんでしょうね。ブレワイのパターンで言うと、薬剤ガノンと戦う地下のシーカーシンボルがある空間には、解読してみるとラボラトリーとその場所が何であるかというそのままのことが書いてあったりするので、案外時の祠といったようなその場所そのものの名前という当たり前のことが書いてあるだけなのかもしれませんね。ゲーム内の人というよりは僕らプレイヤーへ向けた任天堂さんの遊び心の一つと言えるでしょう。
ょうか。今からもうすでに次の PV の内容が気になるところですが、セカンド PV を見る限り、今のところ主要なマスターソード登場作品の中で、時を遡ってるような様子から時岡、通流信仰のゾナウ星ドラゴンっぽい竜と、その口の中の模様の影の一族との関連からトワプリ、特定の場所を介して2つの世界を行き来するような様子から神虎をそれぞれ意識していると感じますよね。スカボとの関連は言うまでもないと思います。そしてそのくくりで言うと、風卓を連想させる要素だけが見つけられないので、次のサード PV で海を泳ぐ、船で航海するといった要素があるのではと勝手に妄想しています。または風を操るといったもの、能力などでしょうかね。僕が勝手に蛮族マークと呼んでいるこのマーク、ブレワイ続編セカンド PV のこの回路のようなものを表していたのかもしれませんね。ゾナウと回路構造。最近ちょくちょく考えていることについて少し話させてください。ブレワイの蛮族装備は謎の民族ゾナウの着ていた服ではなくて、魔人化のような能力を表現した姿なんではないかと思い始めていまして、例えば蛮族装備の右手だけにあるあのコテのようなものは、ブレワイ続編ファースト PV に出てきたように、リンクの右手に託された青白く光っているあの右手を表したものだったのかなと考えています。この部分はかなり前の動画でもお話ししましたね。セカンド PV に出てきてたように、リンクの右手に怨念が取り付いたというのは想定外のことで、それを止めるためにあの光る右手の持ち主が急遽力を貸してくれたのかなと。つまり怨念に右手を侵食されたのも、光る右手を宿してもらったのも同じ場所、ほぼ同じタイミングだったのかなと考えているってことですね。じゃあ蛮族装備の他の部分はと考えを進めると、ペイントは体を蝕んでいってるあの回路のような模様を表してたりするのかなと考えています。そして僕が勝手に蛮族マークと呼んでいるヤシの遺跡で集めた石板の完成形や蛮族装備の腰にもあるあのマークはファースト PV で宿った右手の回路のように見えてきたんですね。つまりあのマークは周りの途切れた円のような形なのではなく、真ん中の丸い部分を表すマークだったのかなと最近考えが変わってきました。この回路のような模様がやはりゾナウメイロ遺跡の元ネタなんじゃないかと考えられます。始まりの大地の奇跡。最近登録してくださった知らない方のために早口で説明しますと、ブレワイのフィローネ樹海の南ウボッツ大地という高い大地の池に周りにそれらしい建造物が見当たらないのに、こんな高いところに重い鉄の扉が落ちているってことで調べ歩いていたら、他では見ないそのデザインと同じものの扉の枠が始まりの大地にありました。そんなところから始まりの大地が大昔空を飛んでいたんじゃないかという疑いをさらに強めたって感じでしたね。わかりにくかったらすみません。皆さんにも協力していただきながら、過去に始まりの大地から落ちてたかもしれない鉄の扉の落ちている箇所にどういう規則性があるか眺めていたら、だいたい直線上であることが分かりましたね。始まりの大地の大きさの範囲を当てはめてみると結構ぴったり合うんですよ。もちろん偶然かもしれませんけどね。今のところ天空に留まってる遺跡のような建造物から落ちてきた説か、過去に飛行していた始まりの大地から落ちてきた説の2つで考えていますけど、飛行していた始まりの大地説で考えを進めると、この直線以外ではどういうルートをたどって今の位置に行ったのか、またはどんな理由があって今のあの場所に長い間落ち着いているのかなど気になってきますよね。何かに封をしているとか隠しているとか、他には薬剤ガノンのような脅威から下にある何か誰かを守るためにシールドの役割で上から覆っているのか、あるいは薬剤ガノンのような脅威から上に乗せた何か誰かを遠ざけるために距離を取ったか、遠ざけたにしては中途半端な距離かもしれませんね。思い出してみると、マスターワークスに載ってるように始まりの大地には簡素なローム王のお墓もありましたよね。またはだいぶ前の動画、過去に移設していた説でもお話ししたように、時岡時代のハイラル城周りだと僕は思っていて、それを守ったのかという風にも考えました。それこそスカイウォードソードのスカイロフト誕生と同じシナリオになりますかね。次の情報はゼルダゲームの情報がなさそうな9月あたりに来るんじゃないかと睨んでいます。そのサード PV で何か明かされるといいですね。ブツッと切りますが今回は以上です。この動画を楽しめた方は2秒ほどいただいて高評価ボタンをポチッと押していただけるとまた動画作りを頑張れますのでぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。